こんばんは。KK パディです。また新しい挨拶になっちゃった。チャラすぎ。いや、大丈夫です。こんばんは。KK パディです。ということで、今回はまた台湾に行きます。何ヶ月ぶり ?12 月ぶりだよね。12月ぶり。3ヶ月ぶりの台湾でございます。はい。前回は台南と高雄に行ったんだけど、今回は台北に行きます。台北行くのなんだかんだちょっと半年ぶりとか。そうだね。久しぶりな感じする。うん。豆花そうまた食べれるね。もりもり食いますよ、今回も。毎日1個。今回は4泊5日。日程としては日曜日の21時なんだけど、今10時15分発の飛行機に乗って、次の日の月曜の深夜1時20分に桃園に着きます。はい。でそのままバスで移動して2時間3時間仮眠をして、月曜日丸々1日遊ぶ、火曜日丸1日遊ぶ、水曜丸1日遊ぶ、木曜日のお昼ぐらいに桃園を出発して成田に帰ってくるっていう感じだよね。そう。だから実質4泊5日ではあるけど、まあ、遊べるのは4日間って感じかな。まあ3日間じゃない。3日間か。月火水だけじゃん。そうだね。僕はもうほとんど何もできないよね。朝ごはん食べても移動するって感じだね。という感じの予定になっております。はい。で飛行機は今回はジェットスターで行くので、成田空港の第3ターミナルにいます。はい。でこの動画では皆さん大好きな抽選をまたやるので、桃園空港での抽選の様子だったりとか、台北までの地下鉄がもう動いてないので、終電が終わっちゃってるからね。そうバスで行く方法とかをご紹介できればと思ってますので、最後までご覧ください。はい。じゃあ行きますか。はい。楽しみ。はい。激寒。激寒だね。やばい。外じゃないこれ。本当だね。いえ、サンダル。マイナス2度って感じ。やばいよ。もう完全に寝る準備整った。ありがとうございます。スムーズな入国。ちょっと早いな。カメラの準備ができてなかった。ギリセーフぐらい。桃園着きました。1時45分。はい。無事入国です。毎回入国審査は何も聞かれません。前回は何々ホテルのホテルっていうところを書かなくて何々って書いたら、はい、やり直し、並び直せって怒られました。お気をつけください。はい。めちゃめちゃ空いてたね。めちゃめちゃスイス入だ。国審査。5分ですね。全く並んでないぐらいいだったね。やー、3分ぐらいかもしれない。ちょっと前の人がね、たまたまはい、ということで無事入国できて抽選のところに着きました。はーい。台湾ザラッキーランド、はい5000元の抽選です。台湾旅行のメインですね。2023年の5月に初めて私たち台湾に来て、2023年に3回、2024年に3回で、今年初めてがこれ3来月すぎだろ。7回目ですめっちゃ毎回抽選しております。めっちゃ好きじゃん。でも多分6月までだから延長しないと思うから、5月から6月までだよね。6月30まで。そうだよね、うん。だからこれが最後の抽選になるかもしれないです。はい。はい、ということで、今回は2025年最新版の台湾ザラッキーランドの抽選、申し込み方法や、あとは当選してからの使い方まで、簡単に分かりやすく説明できればと思います。
実際に台湾の桃園空港について抽選する様子も撮ってきましたので、それも合わせて見ていただければと思います。前回1年ぐらい前かな、2024年版の台湾ザラッキーランドの抽選についてお話しした動画が出てるんですけど、今回は2025年最新版になるので、前回の動画見たよっていう方も見ていただければと思います。で、前回は消費金使えるところとかの説明あんまりしてなかったんですけど、今回はそういう消費金の使い方、あと使えるところ、私が知ってる範囲でお伝えできればと思います。あとチャプターもつけるので、ここはもう飛ばしてもいいなっていう方はスキップして次のところに行くこともできるので、気になるところを見ていただければと思います。はい、ではまず参加資格と抽選方法についてお伝えしていきます。ちょっとカンペ見ながらなんですけど、まずこのキャンペーンの期間は2023年の5月1日から2025年の6月30日までです。で、このキャンペーンに参加できる方、参加資格者は台湾以外のパスポートを持っている方、かつ台湾の滞在が3日から90日以内の方。3つ目は団体旅行ではなく、台湾観光所の奨励補助金などを利用したツアーに当てはまらない旅客。この3つが重要になってきます。では続いて抽選方法ですね。ステップ1、台湾到着の7日前から1日前までに登録が必要です。この登録は、ホームページからできるようになっていて、ホームページは概要欄に貼っておくので、見つけ方わからない方はそこから飛んでいただければと思います。ステップ2、台湾空港の到着ロビーで抽選。桃園空港の場合は到着してその扉しかないので、その扉を出ると入国というか、ロビーに着くんだけど、そこ出たらもうすぐ右目の前ぐらいに、台湾ザラッキーランドっていうブースがあるので、そこで抽選できます。ソンシャン、松山はちょっと私たち行ったことないので場所がどこにあるかわからないんですけど、おそらく分かりやすいかとは思うので、もしわからない場合は台湾ザラッキーランドの抽選場所を聞いてみてください。ステップ3、当選した場合はすぐ横にあるカウンター、引き換えカウンターで商品を受け取ってください。はい、ここまでが、参加資格と抽選方法についてですね。で、実際に、抽選する様子だったりとか、当選してどこで引き換えるかっていうのは前回の動画でお見せすることができるので、そちらご覧ください。そして参加申請に必要なものがパスポートと台湾の往復航空券の控えです。印刷する必要は特にないんですが、帰りの航空券も必要になってくるので、便名と出発空港の名前とかは分かるようにしておいた方がいいです。なので、片道の航空券しかないという方は、申請ができないと思いますのでお気をつけください。あと、カウンターが深夜便でも空いてますかっていう質問が以前あったんですけど、私たちが深夜便で行った時は空いていて、一応最終到着便の2時間後以内であればカウンターは空いてるということなので、自分たちの便がその空港に到着する最後の便だとしても、そこから2時間は一応カウンターは空いてるということなので大丈夫だと思います。で、当選した方は、受け取りカウンターでパスポートと帰りの航空券のデータを見せて交換をしてください。で、私たちは紙で特に航空券のチケット印刷はしてなかったんですけど、携帯の画面で帰りの航空券の情報を見せて、それで大丈夫でした。はい。そして最後に、悠々カードを使える場所なんですけれども、実際私たちがいつも一番使うのは
スーパーで PX マートっていうところです。 PX マートは今まで UU カード使えなかったところはなくて、私たちの認識ではどこでも使えるっていう感じです。今回台湾に行った時に、台北のリーフォージェの近くにあるカフルール、ニーシャ夜市とかの近くにあるカフルールっていうまた別のスーパーに行ったんですけど、そこはすごい大型店舗でめちゃめちゃお土産が売ってて、そこでも使えました。ネット情報だと PX マートでしかスーパーは使えないって書いてあったんですけど、私たちはそこのカフルールでも問題なく使えました。なので、使える店舗と使えない店舗がある可能性もあるので、お買い物する前にレジで UU カードを見せてこれ使えますかっていう風に聞いていただいた方が安心かなと思います。たくさん選んだ後にね、使えませんでしたってなるとショックなので、はい、お気をつけください。あとは、ジューススタンドで私たちはよく使うんですけど、私たちが好きな清心福膳、鎮心風膳とか五十嵐とかウシラン、あとは大円紙って書くところとか、比較的多くのジューススタンドで使えるイメージです。使えなかったところは、シーメンのうさぎなんとかっていうところとかは使えなかったかな。でもまあ、7割ぐらいのジューススタンドが使えるイメージです。私たちが試した感覚だと。ルイザコーヒーっていう台湾のチェーンコーヒー店は使えました。あと使えるところ、前々回かな、抽選当たった時にめちゃめちゃお金が余っちゃって困ってドラッグストアに駆け込みました。コスメドって書いてあるオレンジの薬局、オレンジの看板の薬局とか、あとはワトソンズって書いてある水色の看板のお店とかはそこら中にあって、その2つのドラッグストアは両方使いました。そう、化粧品とかスキンケアとか日本で買うようなもの、ちょっと割高なんですけど日本のブランドのものもたくさん売ってるので、お金余らしちゃうよりかはそういうところで消費するのがいいかなと思います。あとはもちろん地下鉄だったりバスだったりは使えるのと、ファミマとかセブンイレブンも、使えます。あと気をつけることとしては、1回の利用制限額と1日の使用制限額っていうのがあって、1回の利用限度額が1000元、約4000円です。1日の利用限度額が3000元、約1万5000円なので、最後の日に全部まとめて買おうとかしてると全部使い切れないので、小分けに買うことをおすすめします。あと4000円5000円以上するようなものは、1回で買えないことがありますのでご注意ください。じゃあ早速やっていこうか。はい、じゃあ行きましょう。なんかね、ピンボールからまた変わってると思うんだよね。これなくなっちゃうの、なんかこう楽しみ半減みたいな感じで悲しいな。確かにね。これは事前の登録が必要なので、皆さん出発の1日前かな、までには登録をホームページからやってくださいね。はい。空いてるね。やります。あ、野球だ。本当だ。事前に登録した QR コードを読み込ませます。外。またずれてる。大丈夫だよ。外れちゃった。悲しい。なんかあっさり。はい、
はい、はい次当てて。あなた前回私当てたから当てろけん。台も選ぶんだ。台はこれだ。いきます。ススタート。 Queen agad. いけダメじゃないどう。うわAno ba yun? Ang kadumi. 悲しい。さすがにだよね。強欲だよね。さすがに7回目ですもん。これで当たったらまた視聴者さんにね譲れーって怒られちゃうから。はい、じゃあいつもは地下鉄で台北市内まで向かうんですけど、今回は今深夜の1時もう2時かで地下鉄動いてないので、バスで行ってみたいと思います。だいたい30分か1時間に1本はあるかな。次は2時、あと5分後乗れるでしょうか。はい。じゃあまた。はい、ということでバスの乗り場に着きました。さっきの到着エリアが多分2階なのかな。あれ1個下がるんだよね。抽選会場とかがあるところの下、台北行きが1819っていう番号のバスで5番乗り場。なんか100人ぐらい並んでてめっちゃ並んでるよね。30分に1本か1時間に1本みたいな。私たち2時ちょうどに乗ろうとしてたんだけど、すんごい行列で、やばい。でもバスがどんどん来てる。緊張だからガチっていうことでしたね。みんなそういう感じだね。でもなんかどんどん来てるから二次発がいっぱいあるのかもね。確かに。乗れない人がいるから。悠々カード使えるって言われたので悠々カードで行ってみたいと思います。はい。多分133ドル。ただいまの時刻1時です。2時44分。何分待った40分待ちです。 ？40分。 40分の間に 3,4 台来たかな。時刻表だと1時間に1本とかでも並んでる人がすごいいるから頻繁に来るみたいな。来るのかは分かんないけどね。はい。バスはまあ結構広いね。広い。USB ポートがあったりとか、足置くところがあったりとか快適だね。はい。酔いませんように。1時間ぐらい。一応55分って書いてあったけど、なんか前バスで行った時すっごい運転爆速で早めに着いた気がする。夜は渋滞ないしね。はい。じゃあ台北駅に向かいます。はい。はい、バス停から12、3分かな歩いてホテルに着きました。はい。今回は私が一人で来た時に泊まったイースーホテルっていう激安ホテルに泊まります。はい。じゃあ入ろう。はい。多分ね24時間チェックイン OK で、3時に着くけどいいってメッセージしたら OK って来た。なるほど。です。まず2階に上がってチェックインをしました。ここがお部屋です。 QB。 入ってすぐにベッドがあります。お水とコーヒーとティーバッグもありました。ドライヤーもあります。めっちゃ風弱いけど。そしてこちらに洗面台とトイレとシャワー。前回泊まった時はシャワーとトイレが別々になってたんですけど、今回は同じ部屋になっててちょっとビシャビシャになっちゃうのが嫌なので、部屋交換できないか聞いたところ、次の日以降だったら別々の部屋も空いてるということだったので、翌日から変更してもらいました。シェイシェイ。はい、以上台湾ザラッキーランドの抽選についてだったんですけど、いかがだったでしょうか。
この動画を投稿するのがおそらく3月の、後半になるので、もうこの抽選もあと 2,3 ヶ月っていうところなんですけど、まだまだたくさん台湾に行く方いらっしゃるかと思いますので、参考になっていたら嬉しいです。ちなみに2025年に入ってからビビビビ台湾っていう特別キャンペーンみたいなのがあって、それに私たちも秋葉原にわざわざ行って参加したんですけど、2人とも外れました。以前は2024年にそのビビビビ台湾のイベントが渋谷のヒカリエであった時は当たったんですよ。でも今回の秋葉原でのイベントは外れてしまいました。やっぱり当選確率が下がってきてるのかもしれないですね。でも、空港で見た感じは当たってる人も周りにたくさんいて、もしかしたら私たちは行きまくってるので当選確率が低いのかちょっとわからないんですけど、でも結構私たちは当たった方だと思うんですね。その2023年の5月にイベントが始まってから。なのでとってもこのイベントには感謝してます。もうすごい楽しかった。空港で抽選するの。私すごいビンゴとか抽選とか大好きなので、このワクワク感がね、台湾の旅をより楽しくさせてくれたと思ってます。台湾観光庁の方、ありがとうございました。楽しかったです。ちょっとね、7月以降このイベントがなくなってしまうのがすごく残念なんですけど、できれば復活してほしい無理だと思うけど。はい、ということで今回の動画が参考になった、面白かったという方はグッドボタンとコメント、チャンネル登録お願いします。メンバーシップも概要欄から飛べるようになっているので、気になる方は見てみてください。ではまた次の動画で。バイバーイ。